はい。それでは今日はこれでーす。スイカ。前回は5月の28日に、摘果して、今日が6月の3日、摘果して、もう、1個にはなってるんですけど、こっから先、成長点を立体化していきます。こうして、成長点をでこれでからげていく。こうからげて、で余計な脇芽は取ってしまう。これなんでこうやるかっていうと、やっぱり第一の目的は効率よく光合成をしてもらうため、植物っていうのは光合成をすると甘くなる。単純に言えば。光合成に必要なものは、水と二酸化炭素、それとあとは太陽光。で、太陽光が、こう、葉っぱのこの表面にどれだけ効率よく取り入れられるかっていうので、甘さがだいぶ変わってきます。なので、成長点をこう立ててって、こう地面にいるよりこう光合成しやすいような環境を作ってあげる。そうすると、甘いメロンなり、スイカなりになっていきます。で、あとは、こう成長点がこうやって見えることによって、水の管理とか、例えばしおれてきたりすると、こうやっぱり弱いところからしおれてきたりするから、弱いところというか、だから水が欲しいか欲しくないかとかが分かりやすい。こっちが成長点が立ってた方が。あとは病気。こうやって見て、このままだと通気も悪いし、ここいらがもさもさしてて、虫のよりどころになりやすい。で、こっち見てみ。こっちも立ててある場所。こっちの方はこんな感じにもうなっているので、虫の害虫とかの寄り方もだいぶ違います。これをやってやることでね、本当に病気も減るし、味も乗る。だからぜひやってもらいたいんですけど、うちはこう誘引、トマトのやるから、ここに誘引装置があるんですけど、これがなくても、こう来て、ここに支柱を立てて、そこにこう縛っていくだけでも全然違う。これね、仲間にも、高見メロンとかやる人たちに騙されてたと思ってやってみてくれって言ったら、結構大好評で、みんなもうここ数年は必ずこの成長点を立体化するっていうことをやってます。何しろこう暖かくなってくると、夏粉じらみやスリップスとかがどんどん増えていっちゃうので、そういうのの予防にもなります。で、あと薬剤散布、農薬とか使う時もこう立体化してあった方がよりかかりやすいから少ない量でもでちゃんと効果的に防除ができる。これはやった方がいい。ちょっと唯一あれはめんどくさい。ただこれやっとくと本当に甘くなったり、よりいいものができる。で、病気にもなりづらくなる。なのでこれめんどくさいけどやってます。そしてここ金色羅王で前回摘果したんですけど、だいぶ大きくなってきました。それでいいじゃん。いいよ。順調に来てるよ。
で、次は、この次の動画で、この下に皿を引いてあげるので、その時に、8種類のスイカを全部、なんつうのかな、あれ、一品種ずつ全部見ていきたいと思います。あともう2、3日ぐらいで次の動画も上げようと思うので、はい。ちょっと、この、去年もこれやったんですけど、やっぱり毎年毎年、こう、きっちりと、半立体というか、この着火した位置から先を立体化するっていうのを、これはやった方がいい。僕もめんどくさいけどこれはやります。どうしてもやっぱりほら、ちょっとあっちから見てみな。結構綺麗に壮観な感じに立っているから。で、太陽をいっぱい浴びて、どんどんスイカが大きくなって甘くなっていくんだよ。はい、そんな感じで今日はスイカの立体化をやりました。次は皿を引いてあげて、これでスイカ栽培の作業的なものはまあ一段落。これであとは管理をしながら収穫を待つだけになります。そんな感じでした。イエイ。はい、これ高見メロンもこう立体化していきます。スイカと一緒。これもね、もうこれ見て、すごくでかい。もう皿引ける。ほら。でやっぱり負けちゃって小さいのもあるな。もうしょうがないな。まあでも小さいなって思ったやつもなんとなく膨らんでもきてるから、まあいいか。これもこう吊るしていきます。吊るしてこれを立体化。まあでも順調よ。いい感じになってる。これでどんどん上に、ほら、こう下にこういう風になってるところよりこっちの方が通気性も良くなっていいと思います。これでまあスイカの方でも同じような動画撮ってるので、そっちも見ていただけるといいと思うんですけど、何しろ光合成を効率よくさせたいっていうのが第一の目標で、光合成に必要なのが二酸化炭素と水と何より太陽光。だから太陽光を、水とか、二酸化炭素はなんかっていうか、人間で補うこともできるんですけど、この太陽光だけは、やっぱり太陽に、を受けてもらわないといけないので、こういう風にして、より効率よく太陽光をもらえるように。そして、ここを観察しながら、水をかけたりとか、あとは、水の管理とかがしやすくなります。しおれてくるときはこっちが先にしおれてくるからね、根元より。でろって微妙にこうなってくるから、それを見極めて水をかけていくっていうことをします。はい。で、病気にもなりづらいし、味も良くなっていったりするので、もしこう地面でメロンとか育ててる人はこういう風にしてもらえると美味しくなります。本当にこれは本当にただこれだけで全然違う。ぜひやってみてください。はい。今日は6月3日、5月28日に適化して、そしてあとこれも皿を引いていけば、栽培の作業的なものは全部終わります。はい。それでは今日はこんな感じでした。メロンの立体化。露地メロンの立体化。
うまくできました。